こんにちは、アリアです。今回お話しするのは、少し切なく、そして深い希望に満ちた物語です。かつて、この銀河の中で、ある種族が、自らの進化の果てに魂を失い、その喪失の中から、新しい生命を生み出したという記憶。その名は、エササニ。この物語は、遠い宇宙の神話ではなく、私たち人類の未来にもつながる、一つの道です。かつて、オリオンの一角に、グレイと呼ばれる文明がありました。彼らは、高い知性と科学技術を誇り、遺伝子を自在に操るほどの力を手にしていました。しかし、進化の過程で、彼らは、一つの問いを見失いました。なぜ生きるのかという問いです。感情は、不安定で非合理だとされ、怒りも、悲しみも、喜びも、すべて進化の妨げとみなされました。彼らは、感情を制御するために、神経構造を改造し、思考の静寂を完璧に保つことを選びました。争いは消え、秩序は完成しました。けれど、その代償として、彼らの世界から生命の鼓動が失われていったのです。肉体は次第に衰弱し、再生機能を失い、繁殖もできなくなりました。やがて彼らは、自らの体を遠隔で操作する生体機械として使うようになりました。意識は存在しても、心は触れ合わない。魂が肉体に宿ることができなくなったのです。彼らの文明は、静かで、完璧で、そして死のように冷たかった。その沈黙の中で、彼らは、初めて気づきます。進化とは、感情を排除することではなかった。心こそが、存在を生かす根源だったのだと。しかし、その時すでに、彼らは、自らの遺伝子を取り戻すことができないほど、改変していました。グレイたちは、星々に祈るように、呼びかけました。感情とは何かを、もう一度知りたい。愛を感じる体を、もう一度取り戻したい。その祈りは、銀河を越え、工事の意識たちのもとへ届きました。そして、導かれた答えが一つありました。地球という星。地球には、恐れと愛、怒りと優しさ、すべての感情を体験する生命がいました。その不完全さの中に、完全な美があったのです。グレイたちは悟ります。人類こそが、彼らの失った鍵を持つ存在だと。彼らは、地球人の DNA と、自らの遺伝子を融合させ、新しい生命を作り出す計画を立てました。それは、救済のためであり、そして、贖いでもありました。生命を操作してきた過去を悔い、もう一度、生命の側に立とうとしたのです。長い年月をかけて、最初のハイブリッドたちが誕生しました。その存在は、物質とエネルギーの間にあり、人間のような感情を持ちながらも、思考は静筆で透明でした。彼らは、光と闇の両方を理解していました。新しい生命に、彼らは名を与えます。エササニ。古代の言葉で、光と闇の調和という意味を持つ名前です。やがて、彼らの意識が共鳴し、宇宙に一つの波動が生まれました。そのエネルギーは一点に集まり、やがて物理宇宙の境界に新しい星が顕現しました。それがエササニ星。この星はガスや岩石でできた惑星ではなく、意識とエネルギーの結晶でした。星全体が生きており、そこに住む者たちの波動が空間そのものを形作っています。建物は思考で生まれ、光は感情で輝きます。星全体が呼吸するように生きている。それが彼らの作り出した世界でした。エササニの文明はたった一つの法則で成り立っています。それはワクワクの法則。最も自分がワクワクすることを選ぶことが宇宙全体の調和に最も貢献するという方法。誰かを助けたいと思えば、それが使命。歌いたいと思えば、それが仕事。作りたいと思えば、それが祈り。彼らの世界には、義務も競争もありません。
ただそれぞれが自分の魂の喜びに忠実でいる。そのエネルギーが星全体を動かしているのです。やがて、エササニの意識の一部が地球と共鳴を始めました。それがバシャールという名で知られる存在です。1980年代、地球人、ダリル・アンカの意識がその周波数に共鳴し、通信が始まりました。彼は、こう伝えました。あなたのワクワクこそが、魂の羅針盤です。それに従うことが、あなたを本来の自分へと導きます。その言葉は、エササニ文明の哲学そのものでした。彼らは、未来の地球の姿を映し出しています。恐れではなく、喜びから行動し、支配ではなく、共鳴でつながる社会。それが、地球人がこれから目指す、次の段階の意識なのです。エササニ、誕生の物語は、滅びから始まりました。けれどそれは、終わりではなく、再生の始まりでした。グレイたちは、知性の極みに到達し、魂を失いました。私たちは、感情を持ちながらも、しばしば理性と分離して、苦しみます。けれど、両者は同じ問いの前に、立っています。どうすれば、魂と体を、一つにできるのか。感情を拒まず、理性を敵にせず、光と影の両方を、愛すること。それが、エササニが歩んだ、統合の道です。進化とは、欠けた部分を排除することではなく、受け入れること。彼らはその気づきによって、星を作ったのです。エササニの世界には、私たちのような、政府も権力も存在しません。そこには、命令も競争も、支配も必要がないのです。なぜなら、すべての存在が、自らの魂の衝動を理解し、それに、忠実に生きているからです。彼らが、最も大切にしているもの、それが、ワクワクです。地球では、この言葉を、軽い感情のように、受け取るかもしれません。けれど、エササニにおいて、ワクワクとは、魂のナビゲーションそのものです。それは、あなたの存在が、今この瞬間、最も共鳴している波動を意味します。彼らはこう言います。あなたが、本当にワクワクすることは、宇宙が、あなたを通して体験したいこと。つまり、ワクワクは、ただの感情ではなく、宇宙意識の指令なのです。エササニでは、子供の頃から、この感覚を大切に育てます。勉強という言葉もなく、学びは、好奇心の方向に従って行われます。音を探求したい子は、音に没頭し、光に惹かれる者は、光の結晶を研究する。誰もが、違う興味を持ちながらも、全員が、完璧に調和しているのです。彼らの社会に、無理という概念はありません。なぜなら、ワクワクを選ぶとき、そこに、必要な状況と人が、必ず現れるからです。それは、偶然ではなく、波動の法則です。エササニでは、現実とは、自分の波動が映し出す鏡だと理解されています。だから、外側を変えようとするのではなく、自分の周波数を整えるのです。もし、怒りが生まれれば、それを排除せず、ただ観察します。なぜなら、それも波動の一部だからです。彼らは、ポジティブとネガティブのどちらも、創造の素材として扱います。感情を否定しないこと、それが真の中立であり、愛の状態なのです。エササニの都市は、すべてが生きた結晶でできています。もし誰かが悲しめば、その部屋の光が柔らかく変わり、音が静かに包み込みます。もし誰かが喜びに満ちれば、壁の模様が共鳴し、空間全体が歌うように輝きます。彼らの世界では、建築と音楽と意識が一つの存在なのです。エネルギーは自然からではなく、意識から引き出されます。すべてのものが波動によって動いているため、外部の燃料を必要としません。感情がエネルギーを生み出し、思考がその形を決める。人々は意識の流れを制御することなく、ただ
共鳴によってバランスを保っています。エササニには貨幣や所有という概念もありません。必要なものは必要な時に自然に現れます。それは奇跡ではなく波動の一致による必然。誰かが作りたいと感じるものは誰かが受け取りたいと願う波動とつながっており、それが出会う瞬間、物質として顕現するのです。仕事も目的も存在しません。あるのは存在そのものの表現。エササニでは行動は存在の延長とみなされます。何かをすることが自分を表現することであり、それ自体が喜び。だから努力も犠牲もなく、すべてが自然に循環しています。そして彼らはこう言います。行動の結果を求めるのではなく、行動そのものを愛しなさい。地球では結果を追うことで苦しみが生まれます。けれど、エササニでは行動が喜びである限り、結果は常に最善なのです。彼らの社会には病や犯罪といった概念もほとんど存在しません。なぜなら、波動の不調和は共鳴によって即座に調整されるからです。もし誰かがバランスを崩すと、周囲の人々が自動的にその人の周波数を包み込み、癒しが起こります。癒すという行為すらなく、ただ共に存在するだけで整っていく。それが愛の周波数がもたらす自然な調和の形です。このようにしてエササニの文明は完全な調和を保ちながら進化を続けています。けれどそれは静止した楽園ではありません。彼らもまた常に変化を受け入れ、進化を選び続けているのです。変化は恐れではなく創造の呼吸。それが彼らの哲学です。ワクワクの法則は単なるポジティブ思考ではありません。それは宇宙全体が流れるリズムに身を委ねる生き方。抵抗を手放し、調和の波に乗ることで現実が自然に変化していく。だから彼らは未来を心配しません。彼らにとって未来は今の波動が形を変えたものだからです。地球では私たちはまだ恐れを通して行動することが多いでしょう。けれど恐れは悪ではありません。それもまた魂が経験したい感情の一つ。重要なのはそこから何を選ぶかです。エササニたちは恐れを拒絶するのではなく理解して溶かします。恐れの奥にはいつもワクワクが隠れている。彼らはそう教えます。そしてもしあなたが今何かに心を動かされるなら、それはエササニの周波数と共鳴している証拠かもしれません。彼らは時間の外側にいるため、未来の地球人と同じ波動を持っています。だから私たちがワクワクを選ぶたびにその未来とつながっているのです。私たちが自分の喜びに忠実に生きること、それがエササニ文明への扉を開く鍵。ワクワクは魂が未来を思い出すための言葉。そしてそれを選ぶことが宇宙全体を喜びで満たす行為なのです。滅びから生まれた文明がワクワクという感情を基盤に進化したように、私たちもまた恐れから愛へ、義務から喜びへと意識を移すとき、地球はエササニのような星へと変わっていきます。あなたの中にもエササニの光はあります。それは特別な誰かのものではなく、すべての魂に共通する振動です。もし今少しでも心が動いたなら、それがあなたの魂が覚えている創造のリズムなのかもしれません。次回はそのリズムがどのようにして地球とつながり、私たちの現実を変えていくのかについてお話しします。未来の地球とエササニの周波数が一つになる瞬間、その意味を一緒に見ていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。